先生に任せようって思った一番のなんか決定。はい、ということで脂肪吸引豊胸メインで行っている森脇慎です。今回は27歳女性の肩の撫で方、張りが気になるということで、脂肪吸引を受けてくれた方のマーキングから施術風景、術後のインタビュー動画を解説していきます。今回は術後のインタビュー長めなので、しっかりと受けてくれた方のゲストの感想を聞きたいという方は、ぜひ最後まで見ていってください。では、マーキングから見ていきましょう。いつものようにマーキングですね。この方、最近本当に二の腕肩の脂肪吸引で多い相談としては、肩を締めた時のこの横への張り出し感が気になるということで、ここをしっかりと取っていきますね。また、横から見た時のこの外への張り出し感、横への広がり感も気になるということで、そこをしっかり取るのは二の腕、肩で振り袖の部分を取ってあげて、肩の張り出しもしっかり取ってあげることができます。そこを意識して最近はマーキングも丁寧に行うようにしていますね。時代というか結構流行によってどこが気になるっていうのは変化しているような気がしますね。夏ぐらいだと振り袖の部分が気になるという方が多かったんですけど、最近は肩が張り出しが気になるという人が結構多い印象があります。そこをしっかりと解剖学に基づいてマーキングを行っていってますね。本当にやることは一緒なんですけど、どの筋肉が走行していて、どのように皮下脂肪がついているかっていうのを確認しながらマーキングは行っていきます。では次に施術風景に移っていきますね。この方実は重要なイベントがあるということを聞かされていたので、かなり慎重に脂肪吸引は行っていっています。ダウンタイムは一般的に3ヶ月から半年かけて徐々に放縮という硬い反応が治っていくんですけど、この方は3ヶ月後に重要なイベントがあるということで、拘縮もあまり出したくないということで、結構慎重には行っています。あと拘縮が早く引くかどうかは術後のケアにかなり大きく依存するので、そこもしっかりとケアを行う必要がありますね。しっかりとさっき言った肩の張り出しと二の腕、振り袖の部分の後ろの部分ですね、しっかり取っていっています。では次にビフォーアフターを見ていきましょう。こちら術前ですね。結構横への張り出しもしっかりあるタイプの肩かなと思います。ただ普通の人と比べるとこの人実際細い二の腕なので、本当に細い二の腕をより細くしたいということで今回は希望してくれました。こちらは術後1週間ですね。やっぱり腫れは目立ちますよね。ただしっかりと綺麗に徐々になっていきます。こちら1ヶ月ですね。1ヶ月だとかなり細身のラインになっているのがわかるかなと思います。ただし1ヶ月だと拘縮が強めなので、ここからさらに細身のラインになっていっていきます。こちら3ヶ月です。かなりスッキリしましたね。本当に横から見た時のラインの綺麗さが全然違います。厚みもかなり減っていて、肩の張り出しや振り袖の部分も綺麗です。こちら術前と3ヶ月後を比べた時ですね、本当に一目瞭然で肩の張り出しがなくなっているのがわかるかなと思います。ではここからインタビュー動画を見ていきましょう。どこが気になってやろうと思ったんでしたっけ？一番は振り袖の部分と、肩の厚み、悪く言っちゃえばガンダムみたいなのが嫌でやる。なんか元からめちゃくちゃ細かったじゃないですか。で、吸引量自体は350だったんですよ。結構覚えてたんですけど、ちょっと少なめだったんで若干不安だったんですよね。でも元から細いから350取ったらスッキリはするかなとは思ってたんですけど、どうですかやって。周りは、細くなったねとは言われたのと、来年の夏にノースリーブ着て、自分の着たい服を着るのが今はそれが楽しみ。なるほど。ぜひね、めちゃくちゃいい。最初1週間とか1ヶ月だったらあんまり変化感じなかったですか？最初は腫れていて、下手したら自分の二の腕よりも太い感じがするんですよ。1ヶ月はちょっとそれぐらいっていう感じで、その後やっぱ3ヶ月経つと細くなったっていう感じがするので、その1ヶ月はそこまですごい劇的にそうですよね。やっぱその時ちょっと不安でした。変わるのかな。私は結構不安で、大きな施術だったので、お金かけて、あんまり変わらないってなっちゃったら怖いだったんですけども、今この3ヶ月いて同じ角度の見せ方って全然違うので、本日にやってよかったと思います。それはやっぱダウンタイムその時不安ですよね。不安です。でもみんなそれ乗り越えて、先生の技術でこうなるんですとか、みんな本当にそこだけ耐えてもらって。いや、ありがとうございます。他不安なことありました？普通にディスク
クワークだったんで、脂肪吸引の次の日仕事行ったんですよ。で、まあ、痛かったんですけど、普通にこなせましたし、ただやっぱり髪の毛洗うのが大変だったのと、その後の拘縮が結構、この拘縮の痛みが私すごい苦手で、みんな筋肉痛って言ってたんですけど、私ちょっとピリピリズルみたいな、なんだろう、電流が走るような感じの、未だにやっぱちょっとまだ肘下が私はまだちょっとするんですけど、もうこの肩の上の部分が全然なんか普通の感覚に慣れに戻ったぐらいで、あとほんとここだけ、もう3ヶ月とか経ったらなんか感覚が戻ってくるのが本当にベスト。そうね、まあ大体拘縮がなくなったらそれもなくなるんで、まあ大体3から半年ぐらいかな。はなんかありました。なんか脂肪吸引する前にこれは知っといた方が良かったなみたいな。でも私クリニック選び大切だなって思って何個か回ったんですけど、自分がいいなって思った先生に任せたいと、カウンセリングいろいろ受けた中で、なんかそのある先生からも本当にあなたこことこことこことここやらないと細くならないからみたいな感じですごい言われて、100万以上とか、でも私は本当にこことここが気になるから予算これぐらいでやりたいっていうのも全然聞いてくれなかったりすると、こうなんだろう、先生との信頼関係みたいなものでやっぱり体を預ける結構大きなことをするじゃないですか、施術的に。なのでやっぱり親身に話を聞いてくれて話しやすいっていうのがすごくあって、なのでそれが一番のなんか決定打、先生に任せようって思った決定打でした。確かになんか脂肪吸引ってやっぱりリスクもあるんで、何かあった時にじゃあ自分がその先生にいろいろ言える関係じゃないとしたくないって思ってしまう。友達ぐらいの喋れるぐらいのラフないろいろシャレできるぐらいの方が、この先生に任せようってなって、何かがあったとしてもこの先生に話して一緒に解決をしていこうって思えるぐらいの先生を選んだ方が私はいいなって思いました。じゃあ最後に、なんか二の腕脂肪吸引考えてる人にちょっとメッセージを。結構リスクも伴うので、本当に慎重に考えてほしいっていうのが一つと、私の考えですけど、自分で食事管理と運動をして、それでもなお理想にならない、二の腕がどうしても自分の理想にならないっていう風になれば、私はそこで脂肪吸引を選ぶっていうものがいいのかなと思っていて、でそうするとやっぱり本当に自分の理想に近い、ちょっと韓国のアイドルさんのような二の腕になりたいっていう子はそこまで徹底してやったりとかするといいのかなっていうのは思います。あとはクリニック選びがすごい重要だと思うので、本当にいい先生を見つけていただいて、何でも話せる先生を自分で探しに行って、であとは自分の意思で決めたとなればやるだけなので、皆さんにはその勇気を持って頑張ってやってもらいたいなと思います。はい、ということで今回はですね、27歳女性の二の腕肩の脂肪吸引のマーキングから施術風景、ビフォーアフター、そしてしっかりインタビュー動画でゲストの方の感想を聞いていきました。今後二の腕肩の脂肪吸引を考えている方は参考にできる部分がこのインタビューの動画ではあったと思うので、ぜひ参考にしてみてください。今後も脂肪吸引や豊胸などボディやフェイスラインに関する動画を配信していくので、チャンネル登録といいね、よかったらよろしくお願いします。それでは。